こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、松とオークの原木を各10スタックずつ伐採し、松の木材ハーフブロックでピラミッド2層目を構築したところまでです。一番下はテリー個人の感想で、本当はもう呪われてるのだけどね。で、このまま次の3層目に取り掛かれるのですが、その前にアイテム整理など済ませてしまいます。なんでいちいち一つずつ左岸移動させてるのよ。深く根ざした生活習慣です。さて地図を飾る場所は、この辺りでいいでしょうか。闇の村の地図展示場所もう引っ越しなの？もういちいち地図取りに行くのが面倒なんです。さて闇の村の残りも回収しに来ました。でもこの展示を取り去ってしまうと、この村の村人との接触の機会が減ってしまうわけで、少し寂しい気もします。村人たちには不運って程度の話よ。ピラミッド内部はおおよそ現状回復しますけど、まああいにく土を持参してないので丸石で代用です。大雑把なのか細かいのかどちらなのよ。さて、2回に分けての作業でここの仮拠点撤去が完了です。そろそろ当分はおさらばですね。次に来るときは取引材料を持って商人としてです。畑荒らしの泥棒としてじゃないの？そうだった。何か忘れてたと思ったら。否定しなさいよね。さて、ピラミッド拠点での地図の配置の構想を練っているところなのですが、どうも額って、真下が額だとアイテム化してしまいますが、真下がブロックならば額単体で立てておけるようです。しかし額に何も飾られていないと、真下にブロックがあってもアイテム化してしまうみたいです。十分時間経過させても立ったままなのかしらね。さて額の配置を決めたところで、2回拡張させた地図もうっすらピラミッドの一部が表示されていることに気づきました。これは地図を更新させてみないと。というわけで地図片手に一周駆け巡ってみます。途中で日が暮れてベッド就寝したのを含め、5分近くもかかりましたが、結局あまり変わらなかったんです。やるんじゃなかった。まあ運動にはなったでしょ。あ、こっちも抜けてる。地図が9枚もあると更新させるタイミングをうっかり逃しやすいです。こんな面倒なことにならないよう気をつけないと。さてこれでやることも終わってそろそろ3層目に着手をってあれ。いやいや眺める角度のせいで、なわけがなくて地図間違えてたようです。ほら、あと1往復さっさと行く。このバージョンって長距離走ったらその分スタミナついたりしませんか？そんな面倒な仕様ないわよ。さてやることは終わりました。次の3層目は多くの木材ハーフブロックで、材料は木材20スタックと12個となります。まあ実際には端数2個出ますが最後に調整するとして、道具作成用の木材は、建築材と混ざらないよう多く以外を選びます。それでは、ピラミッド3層目を建築開始です。さて、ここからは地形削りつつの作業です。そういえば以前お話ししたハイスピード採掘の基準計算ですが、息抜き企画の方でも触れましたが計算の元にした情報が古かったようですみません。また、ご指摘ありがとうございました。とりあえずウィキの新しそうな情報から再計算して算出してみました。合っているかどうかは今後のプレイの中でおいおい調べていく点は同様で、まだ確証はありません。ひとまず大きく変わったのは、石はビーコンがあればハイスピード採掘できそうという点ね。つまりサバンナ大地だけど、ドロップ増加3の用意とウィザー戦での武器防具エンチャント、それに採掘用ツルハシ2本潰しての効率強化5の用意が必要。いくつかは村人から入手できないと序盤で用意するのは厳しそうです。さて隣の地図の範囲まで進んだところです。よく見ると1ブロック欠けているんです。原因はすぐに発覚し、やはり私のうっかりでした。何をやっているんだか。
さてと、ぼちぼちこの巨大な砂岩の自然生成物に近づいてきました。これを下から見るとやはり砂岩は繋がっていて、位相幾何学的にはトンネルに分類される地形なんです。角度的にはピラミッドが貫いてしまうようで、何の因果か私がトンネルを削る運命のようです。物悲しいです。ざまあ。さてサクサク風味の砂漠を抜けて、前方にゴツゴツ風味が見えてきたところですが、時間帯的には洞窟から湧いたゾンビのようです。夏季厳禁のピラミッドなんですけどね。さて、いよいよここからゴツゴツ風味です。あら、ビーコン用意してからじゃないの？採掘のこと調べ直したのは3層目建築のプレイ後でした。というわけで21分で南東の頂点に到着。さらに37分で南西の頂点へ。さて最後の一辺を建築しているところで、夜になりかけてきました。ゾンビの声近いじゃないの。音の方向からしてこの人工の谷間の反対側ですし、問題ないでしょう。あ、眠れないのか忘れてた。というか地下。幸いにしてまだ3層目なので届きますが、弓まだ持ってないんです。さてそういえば、徐々に操作が慣れてきました。こうして、や。たどたどしいわね。この企画が終わる頃には無意識で操作しているはずです。さて、予定通り2箇所分のハーフブロックが足りません。拠点で作り足してきました。これで第3層完成です。少しはピラミッド建築中っぽい雰囲気になってきたでしょうか。早押しクイズなら3人目あたりで正解者が出そうな段階ね。さて、縮尺が最も大きい地図の方は、線が鮮明になってきました。いい感じです。やっと細線を出したかしら。で、問題の2段階拡張地図は更新したらどうなんだろう。そろそろ線がくっきりするんじゃないでしょうか。5分ほど駆け巡って更新してきたのですが、線が見えてきたのは北と西だけ。ちょっとがっかりです。今見えてないところはちょうどチャンクの境目なのかもしれないわね。さて原木形整理中です。以前からお話しした通り、最初は木材とそのハーフブロックを計12層積みますが、そういえば確保済みのアカシアがないんですよ。どこにしまったかもう忘れましたが、多分リスボーン拠点の地上のチェストです。ちょっと様子を見てきます。さて久々やってきました。この仮拠点ももう撤去してもいいのですが、一度に持っていけないので撤去は次回に。まあ焦ることもないのですが、もうロバ引き連れてもいいんじゃないの？首綱が手に入るまで辛抱してます。さて、ピラミッド拠点に戻って遠出の準備をしています。残り3種類の木を探しつつ、湿地見つけてスライム倒して首綱ゲットの計画です。そういえば、今までは村人の引っ越しに首綱使おうと思ってたのですが、シングルプレイだと使えないらしくて、ちょっと方法を悩んでます。何気に些細なはずの縛りの影響出てきそうね。出発ついでに闇の村に寄りました。もう畑泥棒しに来たの？寄った理由は純粋にこの丸石を土に戻すためだったんですが、ただ、ふと思い出したんですよ。そういえば建築材に干し草の俵も含まれているって。さてと、今回の遠征で開拓していきたいのは闇の村がある方面です。建築材の持ち運びの手間を踏まえると、近いエリアから探索していくのがベターです。なんで今私は落ちたの？それよりなんで飛び越えようとしたのよ。さて早速砂漠の神殿を発見です。TNT の主要産出構造物ね。少し集めるのがだるいですがクリーパーよりマシ、一粒たりとも見逃すわけにはいきません。まあ、お宝の方は大したものはありませんでした。2分後、砂漠の神殿を見つけました。近いわね。
今度の砂漠の神殿はダイヤや金の馬鎧もあり、まあまあです。そして地図南西で、森林バイオームを見つけました。1枚目の地図の森林とは距離的にどっこいです。陸つながり次第ではこちらの方が良さそうね。そしてカボチャを発見。そういえばカボチャも建築ブロックなんですよね。すっかり頭から抜けていました。まあ建築時間を考えるとのんびり栽培しても数揃いそうよね。それにしても、こういう陸と海洋が交互に現れるところでは水中歩行3は本当に有用です。船の回収の手間もなく、ラグさんの嫌がらせも受けないで済みます。で、雪を予備を含めて回収してしまいます。ちなみに1辺1メートルの建築材としての雪は、雪ブロック以外に積雪8枚重ねもあって、かなりの量が必要になります。スノーゴーレム利用する予定だったかしら。考えてみると確か樹氷表現に雪ブロックが生成されたはずで、そこから回収する方が良いのかもしれません。ついでにこれで多分山岳と石海岸は踏破です。山岳プラスはまだちょっと自信ありません。さて、多分森林丘陵を踏破しているところですが。まあ多分ね。向こうに地上露出の峡谷が、ちょっと見とれてしまいますねってこれ、峡谷の上に川が無理やり生成されたのでしょうか。別々の峡谷じゃないかしら。さて、海に出たら海底神殿発見です。これで3カ所目。この企画で何カ所攻略するかは他の気象ブロックの状況次第ですが、6カ所くらいの攻略を予定してます。あと3カ所見つかるかしらね。おっと緊急回避です。さて、闇の村がある地図の東に抜けました。次に作るのが広域地図では3枚目となります。で、いざ地図を作ろうとしたら、失敗しました。赤いの忘れ物してたんです。もう素手でちょっかぼりして取りに行くしかないわね。嫌です。まあブランチマイニング用のコンパスで地図1枚なら作れるし、新たな原木1種類10スタック持ち運ぶので精一杯なんですよね。どのみちアイテム整理で拠点に戻るということね。さて、大量建築材の持ち運びにはやっぱりロバが不可欠だと実感してきたところで今回はここまでです。順調に色々行き詰まっているのが見えてきたわね。それではまたね。バイバイ。